ザラで買ったやつが届きました。ちょっとこっちはもうさっき開けちゃったんだけど、一応ね、なんかスポーツ系のT シャツ、ジャージ素材のやつ、これともう一つがタンクトップ、めっちゃシャカシャカ。おいしい。このローソンに売ってる草餅つぶあんがめちゃめちゃ好き。おいしいよ。You know I love it when you got that ass bouncing on me like a basketball. Baby, you could have it all. Only title that I give you is this wave that I'm on. Yeah. Saying that she love me, so I'm playing along. Looking her direction, now she taking it all. And I can't stop thinking about your curves. Teach you about the bees and the birds. Then I eat the cake like dessert. She gon' bust it open real quick for real. I'ma drop it in like Vert. Got a super bad bitch, feel like Jonah Hill. Look at how she walk, and you know it's real. No question, if she like attention, I gotta give it to her, yeah, you know the deal. I'm a boss, I swipe that for you. Girl, you look good, you top 10, amazing. Spark a new flame, I like that for you. Tell me what you want, I like that too, baby. Yeah, I like that, I do. Grabbing on your left cheek with my right. 皆さんこんにちは、ショウです。いつも動画を見てくれて
ありがとうございます。今日はですね、わかるかな？いつもと違ったマイクを使ってちょっと話しています。どうでしょうか？これまでは、普段使ってる、ソニーのカメラの音声でそのまま使ってたんですけど、今日はこの目の前のマイクで話してるから、どうだろう、より近く声を感じてもらえるかもしれないです。もしこっちの方が聞こえにくいとかあったらごめんなさい。申し訳ない。はい。で、今日はですね、こんな感じでお届けできたらなと思っています。で、そうそう、今日が3回目かなになると思うんだけど、このポッドキャスト、簡単なおしゃべりのこのタイトルをなんかつけたいなと思っているんだけど、例えば題名のない手紙とかってどうかな？どうだろう？で、なんでこの題名のない手紙にしたかっていうと、そんな大きな意味はないんだけど、私がこれまで作ってきたVlog という日々の動画には、実は一つの軸っていうかテーマがあってですね、それが題名のない日々っていうテーマが実はあります。で、少し前、去年とか一時期は私の YouTube のチャンネルの名前にこの題名のない日々っていうのをつけていた時がありました。おそらくその時はまだチャンネル登録者数とかで言うと1000人くらいだったかなとは思うので、おそらくこれを聞いてくださっている方、見てくださっている方の多くは、その当時のそのチャンネル名は記憶にないかなとは思うんですけど、題名のない日々っていう一つのテーマが私が作る Vlog の動画にはあります。で、これまで私が作ってきた、また今も作っている日々の Vlog 日常はですね、綺麗な映像だったり、なんて言うんだろう、優雅な日々、これは全然他のそういう系の動画を上げている方をマイナスに言うものでは全くないんですけれども、私はそういうエンタメというか作品のための日常動画とかではなくて、本当により現実的な一人の、私という人生の記録をですね、なるべくあるがままというか、ありのままというか、切り取りたいという思いを持ってですね、いい時もあれば、もちろん悪い時も日々生きてれば、誰しもたくさんあると思うので、それも可能な限り映像に切り取ってこれまで作ってきました。なので、これまでの動画ではもう私は見返したくもない、その動画とかあります。はい。で、こういう実際の日々の現実って、社会人の方だったら仕事だったり、学生の方だったら勉強だったり、また家事だったり、家族のための時間だったり、もう毎日追われるものに追われていて、実際そんな毎日に日々に題名なんてつかないと思うんですよね。だからこそそんな日々の中にある小さな光だったり、幸せだったり、大切なことはいつも当たり前の中にあるっていうなんてことのない毎日だからこそ、そういう小さな物語とか、感情、気持ちはあるっていうのを
私は動画に映像を通して残したくて、で、それを見てくださった方の中から誰か一人、あなた一人に届けばいいなと思って、これまで動画を作ってきたっていう思いが一つありました。なのでそれをこのラジオ、ポッドキャストっていう一つのコンテンツにもそれを当てはめたいなって思っていて、なのでこの題名のない手紙、英語だと Untitled Letter なのかなっていう言葉を使ってですね、これからその題名がついていない中で皆さんと一緒にテーマだったり題名っていうのをつけていって、それが誰かに届けばいいなと思ってですね、これからもゆっくり続けていきたいなと思って、そういうふうに考えています。ちゃんと聞こえてるかな？ちょっと水を飲みますね。はい。で、そんな第3回目になる今日もですね、いただいた皆さんから頂戴したリクエストから主に話していこうかなって思います。はい。ではまず一つ目ですね。キャリアの選択、キャリアチェンジで新しい挑戦をすることについての考えを教えてくださいっていうテーマをいただきました。なので今日は、キャリアっていうところですね。あと、キャリアチェンジ、新しい挑戦っていうことについて、これまでの私の経験などもお伝えしていきながら話せられたらなと思います。はい。で、まず、私の中のそういうキャリアチェンジ、新しい挑戦っていうところで言うと、私の場合はですね、それこそキャリアを初めて考えたのは、新卒で就活をするときだったんですけど、私が大学4年生で新卒これから就活をしていくっていうときに、初めてキャリアを考えたときは、これは以前に出した Q&A 動画の中でも答えた内容ではあるんですけど、私は当時はですね、パイロット、飛行機の運航乗務員ですね、を志していました。ちょっと今言うと、若干恥ずかしさがあるんですけど、はい。で、大学はですね、私は、普通の4年生大学に入っていたので、で、そこからですね、そういうパイロットの道に進んでいくには、いろいろと道はあるんですけど、私は、自社養成といって、まず航空会社の中の、そういうパイロットの自社養成を募集している、専攻が、きっと今もあると思うんですけど、当時もあったので、そこに、その職種で入社をして、で、入社をしてから、そのパイロットの資格を目指していくっていう流れが一番王道になるかなと思うので、私はそこを、第一志望っていうのかなで目指していました。で、その理由、なんでパイロットを目指していたのかっていう理由はもちろん、いろいろとあるんですけど、一つざっくり言うと、当時はですね、特に、自分に手に職をつけた仕事というか、そういう職人のような働き方を、したかったっていうのが一つありました。で、もちろんそれだけではなくて、圧倒的に受からないことの方が多いので、同時に他の業界とかも、自分が好きな業界とか、結構広く
受けながら就活をしていました。で、その就活をしていた中で、ちょっとですね、事情がありまして、専攻を全部途中で辞退をしました。で、一旦全部専攻をやめて、地元に帰って仕事をするっていう選択を取りました。で、割と就活っていうのは、始まってから、舵を完全に変えたので、なかなか地元での就職先、もうエントリーが一般企業だと終わっているところが多くて、なかなか選考エントリー自体がもうできない時期だったんですよね。で、その中で、最終的には公務員、私は新卒では実は警察官を、やっていたので、その警察官、公務員は、一般の民間企業とかに比べると、ちょっとその募集時期、選考のタイミングが少し後の方だったので、その舵を切り替えた当時も、まだエントリーとかはできる状態だったんですよね。割とギリギリではあったんですけど。なので、警察官を選んで、で、その一次試験、公務員なので、まず筆記試験があるので、その怒涛の勉強をして、なんとか運よく警察官になれたっていうのがあります。で、大学を卒業してからは、警察官の仕事をですね、自分の中では一生懸命に取り組んでいました。またやりがいとかももちろん感じながら、とっても、またこの警察官の話だけでも何本も話せるんじゃないかなっていうくらい、話したいことがあるんですけど、それはまた別の機会で。で、警察官として、社会人生活をスタートさせていった中で、やっぱりですね、その新卒の頃に途中で諦めたパイロットの道っていうのも当時はですね、捨てきれていなかったです。で、その中で、その事情っていうものが少し落ち着いたということと、あと合わせて当時ですね、なかなか言えないこともあるんですが、いろんなことが重なって、もう一回、新卒の時に諦めたパイロットの道をチャレンジしてみようと、決めました。で、それで警察官を辞めて、前職の、こちらが航空会社になるんですけど、そこに一度転職をしたので、これが、私にとって初めてのキャリアチェンジになるかなっていうところでもあるし、今後も含めて、これが最大のキャリアチェンジだったんじゃないかなと、思っています。で、警察官っていうお仕事と、その前職の航空会社では、主にお客様の対応だったり、旅行会社様とのやり取りとかをする業務が、ミッションとしてはメインになってきていたので、警察からいわゆる、サービス業、お客様対応するお仕事って、また全然違う、親和性が全くない人と対するお仕事なんですよね。なので、これほどまでのキャリアチェンジはないんじゃないかなと、個人的にはちょっと思ってます。で、その当時の考え方は、正直言うと、今の私が思う考え方とはまた違っていて、で、その警察を辞めた時は、年齢で言うと、私が26、7歳、そのくらいの年で、これは若さっていうのは間違いなくあったなと思います。警察を辞めた時も、パイロットになれるっていう、自信があったんですよね。はい。で、当時はですね、その、警察を辞めて入った航空会社、前職の会社は、正直、その先にあるパイロットの選考を
受けるために入ったと言っても、嘘ではないというか、実際はそうでした。で、もし、パイロットの専攻がダメだとしても、また受けれるチャンスは基本はあるし、あとは状況的に警察は先にちょっと辞めるしかなかったので、最悪無職っていうのは免れるし、また航空業界っていうところにも当時志望はもちろんあったので、ダメだったらそこの会社で引き続き頑張るか、それかまた警察に戻ろうかと、あとはまた警察に戻ることももちろん考えていたので、なんとかなるだろうっていう気持ちでいました。で、それを今ですね、私も年を重ねて33歳に今はなったんですけど、こう当時を振り返ると、いやー、本当によくやったなと思います。はい。で、その挑戦、新しい選択をしたことに後悔はあるかと言われると、後悔は全くないです。はい。これは今言い切れます。その結果、パイロットの道っていうのは、最終的には、その専攻の最後にある、身体検査っていう、項目が、面接をある程度終わった後に最後の方にあるんですけど、そこでちょっと引っかかってしまって、で、身体検査で、不合格、選考を落ちてしまうと、当時はもう再受験、また改めて挑戦するっていうのが、できないルールがあったんですよね。なので、もうその道は完全にダメだなと、諦めたんですけど、もう自分の中では、時間の経過とともにですね、納得して諦められたんですよね。こう自分の中では、警察も辞めて最後までやって、その上で、身体検査っていう、体のこと、ちょっと自分の中ではどうにもできないことだったなっていう、ダメだったからこれはしょうがないなっていう感じで、もちろん当時はめちゃめちゃ落ち込んで、その選考の結果を聞いたときは、その仕事をしていたときに電話がかかってきて、で、ちょっとトイレに駆け込んで、個室で聞いて、その知らせを聞いて、その中で個室で涙を流したのを今でも覚えてるんですけど、もちろん当時は、なんだ身体検査でっていう感じで、むしろ体力面とか健康面、メンタル面みたいなのは、それこそ前職の警察でたくさんしごかれてきて、自分のむしろアピールポイントでもあったので、全く予想していなかったし、もうそこまで選考進んだんだから、受かるでしょっていう気持ちで正直いたんですよね。なのでその中で身体検査で落ちたっていう結果は、もちろん当時はすごく落ち込んだってのはあったんですけど、それも時間とともに過ぎ去って、今は当時の自分がちょっと可愛いな、若いなって思うぐらいにですね、全然また別な目線で過去の自分を見れているんですけど、その新しい挑戦をしたってことに全く後悔とかマイナスな気持ちは今は持っていなくて、それは今の生活があるからそう思えているっていうところではあるんですけど、なので私が新しい挑戦にどう思うかっていうと、もちろん新しい挑戦はやっていいなって思うし、背中を押してあげたいし、やったれっていうのが
私の考えです。はい。で、私なんかその後も皆さんご存知の通り、また留学にチャレンジしようと思って、挑戦したくらいなので、わりかし、チャレンジっていうのは、全然多くはないと思うんですけど、それなりに自分の中では頑張って、挑戦はしてきたのかなとは、今ちょっと思ってます。ただですね、今こうやって当時のその自分を振り返って、思うところは、なんて言うんでしょう。新しい挑戦をするっていうことは、当然失敗する可能性があるし、うまくいかないケースっていうのは必ず起こり得ると思うんですよね。だから、もしそういう新しい挑戦に迷ってるくらいだったら、私はしない方がいいなと思うタイプで、そのやるかどうかを迷っている段階だったら、そのままやったとしても余計に迷ったり不安になっちゃったりすると思うんですよね。で、そういう中で結果をつかむって結構難しいことかなと思うので、人生ってそんなに甘くはないので、なので迷ってるんだったら立ち止まる。その上で本当に自分がやりたい、もうこれでやってくっていう覚悟があるんだったらやった方がいいなって思う。だから、例えば、まだ何かを迷っている段階だったら、例えば、最悪の可能性、その挑戦をすることで起こり得る一番嫌なパターンを想定して、で、それが起きてしまったとしても、自分はその道をチャレンジしてみたいと思うかっていうところを一つ考えるのはいいかなと思います。それは金銭面的なところだったり、あとはメンタル面ですね。うまくいかなくても持ち直せる環境だったり、自分の強さっていうのがあるかどうか。あと頼れる存在、家族だったりパートナーとか、そういう方がいるか。友達もね。そういうのを一度考えて、新しい挑戦をやって、その一番最悪な結果になってしまったとしても、やってみたいと思うかどうかっていうのは、きっともちろんみんな考えてるとは思うんだけど、私はそこをあまり考えずに飛び込んだところもあったので、そこは一つ考えても改めてちゃんと、考えるっていうのも大事かなと思います。だからきっと一番安心なパターンは、もし今新しいキャリアを選択したり大きく挑戦することに迷いがあるんだったら、例えばその完全に 100% 舵を変えるんじゃなくて、できるんだったら、もしその仕事のキャリアチェンジとかだったら、今やっている仕事っていうのもあると思うから、その仕事をしながらその新しいキャリアチェンジに進むための準備をする。それは勉強だったり、何か技術的なところだったらそれを評価されるように、力をつけていく、土台を作っていく。あと、それこそ就職活動とかだったら、全然今の会社にいながらも就職活動ってもう自由にできると思うので、お金もかからないしね、0円でできるし、あとは入る入らないは別として、自分の市場価値みたいなところも転職活動ってやれば知れると思うから、意外にこんな年収のところ受かるんだとか、こういう
業務の幅だったり役職できちゃうんだとか、また一方でできないんだなとか、知れるところってあると思うし、なんか転職活動って重くとらわれがちだけど、皆さんなんか物件とか見るときに引っ越しする覚悟はそこまでないけど、とりあえずどんな物件があるか見てみたりとかやるじゃないですか。しかもそれも面白いじゃん。引っ越しはしないけど、うわこんな物件あるんだみたいな、なんかそういう感じで一旦転職活動をしたりして自分の現状っていうのを知るみたいなのでもいいんじゃないかなって思います。そんなイメージで私のそのキャリアチェンジをした時みたいに大きく全振りしないといけないような状況って、そこまでないんじゃないかなとか思ったりもするので、少し迷いとかがあるんだったら少しずつ徐々にやりたい方向にシフトを変えていくっていう感じもいいと思うし、あとそのご自身のその今後のどういう人生を歩んでいきたいかっていう、そういうライフプラン、キャリアプランっていうところによっても、例えば30まではチャレンジするとかで、なかなか30を過ぎてからとか、30後半を過ぎてから新しい道、全くこれまでやったこととは別の道にチャレンジするってもちろんできるし、全然叶えられるとは思うんだけど、やっぱりその年齢を重ねていけばいくほど、そのハードルとか体力的なところも含めて大変になってくると思うから、で少なくとも20代だったら全然大丈夫。だからもし年齢でどうこう言うのは私はしたくないんですけど、20代のうちだったらもうガンガン挑戦していいと思うし、30を過ぎて、30後半とかだったらよりやっぱりもしこれを失敗した時に、例えば誰かに迷惑をかけてしまうかとか、もし家族とかがいて子供とかがいて、自分がこれを失敗しちゃうと、家族だったり子供だったりに迷惑をかけてしまうとか、そういう状況とかにはなっていいのかっていうのは当然考えないといけないと思うし、そういういろんな制約みたいなのは年を重ねれば重ねるほどあるかなって思うので、そういうところを考えながらできる範囲で少しずつ新しい挑戦に舵を切っていって、本当にこれ大丈夫だな、やっていけるなと思ったタイミングで移れたら一番いいよね。あとは私は意外にかなり慎重派なタイプの人間で、もしかすると動画を見てくださってる方は、私はすごく決断力があるような強い人にもしかすると思われてるかもしれないんですけど、大きな選択をするにあたってはめちゃめちゃ考えたり迷ったりした上で、こういう決断とかをしてきたタイプなので、よくですね、石橋を心配で叩きすぎて割っちゃうタイプなんですよ。前の会社のお世話になった上司の方によく言われてたんですけど、石橋を叩いて渡るどころか、私はその石橋が割れちゃうくらい叩いちゃって心配でで、その石橋が割れちゃって結局渡れなくなるみたいなそういうタイプだねって言われたこともあったので、それは本当自分でもそう思うんですよね。はい。その上でいろいろと決断をしてきて今に至る
ので、考えるところは考えつつ、あとはもう勢いで行くっていうのもすごく大事だと思う。だし、あとは、そうだね。ぶっちゃけ、どんな選択をしたとしても、大事なのって、その時自分がどう決断をしたかっていうよりも、その決断をした後の進み方、生き方っていう方が全然大切、重要になってくると思う。結局その道を進もうと、進まない選択を取ろうと、その道で必ず雨は降るし、晴れる時もあるし、虹はかかるし、またその道で遠回りをする時だってもちろんあるし、落とし穴があったりもするだろうし、雨で道が見れなくなっちゃう時だって絶対あると思うんですよ。どの選択をしたって。だから、どう決断をするかっていうよりも、その決断をしたら、その道をもう自分の正解にするっていうところだよね。選んだ道を正解にする。その気持ちを持ってやっていけば、大変なことがあっても、その時は大変でも、後から振り返ったりすると、あの時この選択してよかったなって思えたら勝ちだし、思えなくても、またこの先、そう思えるようにすればいいだけの話だから。だから何かを挑戦するにあたって、時には、誰かに後ろ指を刺されたり、否定的なことを言われたりするかもしれないんだけど、もうそんなものには、中指立てて振り回されずに、自分を信じて、あと自分を応援してくれる近しい人たちを支えに、ひたむきにまっすぐ頑張ってほしいなって思います。だし、私も、日々大変なことはもちろんあるけれど、頑張って、やってるので、お互い頑張りましょう。もし、新しい挑戦をすることになったら、全力で応援したいし、挑戦しなくても、その、決断をしたこと、そこまで考えたことっていうのは、この先の人生で必ずプラスになると思うので、素晴らしい時間だったなと思いますし、私も心から応援してます。旗を振ります。なので、一緒に頑張りましょう。はい。ではそんな感じでですね、結構この話題で話しちゃったかもしれないんで、今日の第3回、題名のない手紙は、これで終わりにしたいなと思います。またですね、いろんなテーマ、題名をつけて、みんなと話していきたいなって思うので、こんなテーマで話してほしいとか、私に対する質問でも全然いいので、何かあれば、動画のコメントとか、インスタのメッセージとか、あと定期的にインスタのストーリーズとかで、募集とかもしているので、その時に教えてもらったら嬉しいです。はい。っていう感じで今日はこれで終わりにしたいなと思います。あとそうだ。もしですね、こんな動画が良かったなと、楽しんでもらえたらなと、楽しんだと思ってくださった方はですね、ぜひ、高評価とチャンネル登録のボタンを押していただけると大変嬉しいです。今年中にですね、チャンネル登録者数4万人を目標にして今
頑張っているので、こうお願いをするっていうのは、言葉でお願いをするのはおそらく初めてなんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこういうことはちゃんと言った方がいいかなって思うので、チャンネル登録がまだの方はぜひこれを機会に登録していただけると、とっても励みになりますし、嬉しいです。はい。ではそんな感じで今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとう。じゃあバイバイ。